はい、お疲れ様です。今回はジェンスパークの AI シート機能を試した動画なんですけど、今この喋ってる部分を撮る前にもう一回撮ったんですよ。ただ、その内容がですね、結構残念な感じになってしまってて、っていうのが、動作してるところは映ってるんですけど、結構ダラダラと長いんですよね。待ってる時間が長いのと、あとは、このシートがエクスポートできないんですよね。で、エクスポートをなんとかできないかなと思って、いろいろエージェントをさせて、で、Excel ファイルにやってくれって言っても結局エラーになって、Excel としてエクスポートができないんですよ。なので、このシートをそのまんまこう見るか、あとはその URL を発行して共有するかっていう方法しかないんですよ。なので正直ちょっとね使い勝手が悪いなっていうのがもう現状の結論です。はい。で今後エクスポートができるようにアップデートしてくれたらかなり話が変わってくるなっていうのが今使ってみた感覚の結論になっているので、なので急いでこれを使う理由があるかって言われると正直ないですかね。はい。ただ良かったのは、やっぱりそのリサーチをさせて、でそれがもう自動でどんどんこうリスト化されていく、今回この小規模事業者向けの補助金を一覧でリサーチをさせてリスト化したんですよ。でこういうのを簡単にポンポンポンと作ってくれるのはありがたいですね。はい。ただこの情報を使いたいわけですよ、この後にっていう使い回し取り回しがやっぱりちょっとねやりづらいなっていうのが正直なところで、このシートが出来上がっていく様だとか、あとはこっちですね。僕の YouTube チャンネルのもともとね、そのエクセルの情報、ファイルをアップロードして、で、これを分析させて、インプレッションの高いトップ10を分析させてっていうのでシート化させたんですけど、これを結局エクスポートしたいなと思っていろいろ動かしてたんですけど、うまくいきませんでしたよと。でそれがすごいダラダラと長い動画なので、一応これを現実としてもうこの後に残し一緒に流そうとは思ってます。はい。なのでこれが現実だよっていう、これぐらい時間がかかるよっていうのも含めて残そうとは思うんですけど、見る必要はないかなと思ってます。はい。だからもうこの結論のところまででもう動画を閉じてもらって全然いいです。時間がもったいないんで。はい。で今僕の現状の結論としては、エクスポート機能がつくまではこれはそんなに対応しないかなって思いますね。はい。もう正直この Excel データであればジェミニに入れてあげれば分析もできるし、でジェミニがスプレッドシートにしてくれるんでそっちで全然いいし、ファイルの中身を分析をかけたいんだったら O3 に投げちゃうなっていうのが、はい、僕の今の結論です。はい。ただこれがエクスポートができるようになったら話は変わりますね。かなり話は変わると思っているので、そこにちょっと今後期待したいなと思っております。はい。もうこれが結論です。で、一応、この後に、さっき撮った動画が40分ぐらいあるんでもし見たい方がいらっしゃれば見てもらってもいいんですけど、正直おすすめしないです。本当にダラ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 流れてるだけで大した話もできてないので、はい、もうここで終わってください。はい、というわけで以上です。はい、お疲れ様です。今回はジェンスパークの新しい機能ですね。この AI シートっていう、エージェントが自動でスプレッドシートを作ってくれますよっていう機能を試していこうと思います。で、この四角いボタンを押すと、この AI シートっていうところに飛べるんで、ここから使っていく感じですね。で、もうね、僕一回使ったんですけど、使った感じとしては、こう最初に自分がどういうことをやりたいかっていうクエリ、プロンプトを入れて、で、それに対してエージェントが機能して、こんな感じで今横に表示されてるスプレッドシートのように情報をまとめてくれるっていう感じですね。で、バーっといって、このスプレッドシートが終わったら、じゃあこれを分析して、で、HTML のページを作るところまで行ってくれるっていうのが、全体的な機能になります。で、これが、
もう今ちょっとね、ページ飛んじゃったんで、あれなんですけど、これか、表示させて、なんかね、エクスポートできそうにないんですよね。エクスポートができそうにないのと、あとは、編集がここではね、できないんですよ。こう順番入れ替えたりとかはできるんですけど、中身を編集するとかはどうやらできそうにないので、この辺をもうちょっとね、実際のところどうなのかとか、出来上がった瞬間はもしかしたら保存ができるかもしれないので、その辺をちょっとね、確認をしたいなと思ってます。はい。なので、例えばですけど、2025年で、小規模事業者や中小零細企業が、使える補助金をリサーチしてまとめて、こんな感じでいってみますかね。はい。なんかこういうのってめんどくさいからやりたくもないし、あんまり優先順位高くないんだけど、一応ちゃんとまとめといた方がいいよなみたいな、そういう仕事を任せるのがいいのかなと思ってます。はい。なんで僕ね、ちっちゃいなりに経営をしてるので、補助金とかが活用できるんだったら、使っていった方がね、もちろんいい部分はあるので、絶対に使わなきゃってわけじゃないですけどね。はい。こういうのをつどつどまとめといたりとか、あとはその年によってその補助金の内容とか条件が変わったりするんですよ。あと新しいのが出てきたりとかっていうのはある程度控えておくと、本当にいざ使いたいっていう時にすぐ情報をね引っ張り出したりとか、去年と今年比べてどうかっていうのも見たりできるので、こういうのはね地味にやっといた方がいいんですよね。はい。で今横にスプレッドシートの画面が出てきて、まとめてくれてますね。はいはいはい。ものづくり補助金。うん。あとは今クレジットが11,718なので、これがどれぐらい減るかですね。最初のやつをやった時は600ぐらい消費したのかな。うん。HTML まで作ると多分700ぐらい消費したんじゃないかなと思ってて、正直 HTML まではやらなくていいんじゃないかなって個人的には思ってるんですよね。うん。なんかね、そんなに自分の中でめちゃくちゃクオリティが高いとも感じてないのと、あとはクレジットを節約するっていうことを考えたら、わざわざ、HTML にしなくてもいいかなっていうのが、正直な気持ちですかね。はい。あとはこのスプレッドシートが保存できるかどうか、エクスポートできるかどうかっていうのは結構重要なポイントになるんですが、過去に作ったやつがさっきね確認した時にエクスポートできなかったので、もしかしたらできないかもしれないですね。そうなるとちょっと使い勝手がどうかなっていう、はいのはありますが、うん。ただ今もう始まってるんですけど、こんなね雑なクエリを入れて、で今まとめてくれてるのが補助金名、対象事業者で概要で補助金の金額で申請のスケジュールで特記事項なんで、こういうふうにその項目を自動で細分化して書いてくれてますね。うん。これはでも便利だな。
これ結構めんどくさいんで、本当にいちいちそのね、国のサイトに行って一個一個ページ開かなきゃいけないとかもあるし、まあ今だったらまあそれこそねディープリサーチ使うとかもいけるし、まあ O3 でパパッと調べさせるっていうのも全然ありですけど、もうスプレッドシートにまで自動で落とし込むっていう、やっぱ1段階2段階そのなんだろうな、工程が減るっていうのはいいっすよね。うん。でやっぱこうやってスプシでまとめられると見やすいですもんね。でファクトチェックとかもあるんですね。これ本当かみたいな。だこれを、まあ、今後どう活用していくかっすよね。うん。だからリサーチしてリスト化したいっていうものと、あとは、まあ、このスプシがダウンロードできるかどうか問題が一番重要なんですけど、そこですよね。正直、なんか今触ってる感じは、これエクスポートできそうにない気がしてるんですよね。で、まだ終わってないんで、クレジットは減ってませんよと。うん。表拝見しました。すでに2025年の主要な中小企業・小規模事業者向けの補助金情報が入力されていますね。あと残りの重要な補助金情報を追加していきます。はいはいはい。まあ大体この辺ですよね。ものづくり、まあ、小規模事業者持続化補助金。うん。内容とか、まあ、補助金の中身に関しては全く問題がなさそうなので、これで終わったかな。終わったっぽいですね。はい、まとめましたと。で、対象者金額、申請スケジュールなどをまとめたものです。で、まあ、それぞれの補助金の概要とかをテキストで出してくれましたと。はい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 。で、これで終わりましたね。で、終わって、11,710いくつだったんで、100も使ってないのか。なんか100も使ってなさそうですね。11,661なので、70ぐらいか。まあ、これぐらいのシートを作るだけだったら100もかからないってことですね、クレジットは。うん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 。で、この可視化っていうのを押すと、あの、HTML にしてくれるんですよ。これを押すと、ここに今、クエリが入ったんですよね。データ分析ツールを使用してテーブルを分析し、HTML 作成ツールを使用してレポートを生成しますっていうのが入りますと。で、ファクトチェックっていうのを押すと、何行から何行までの内容をファクトチェックしてくださいっていう感じで、どこが間違ってるか教えてっていうふうに、ここに自動でクエリが入るって感じですね。で、検索を続けるはもう検索を続ける。はい。だからこれを押しただけでは自動で実行しないので、まあ間違って押しちゃっても大丈夫ですよと。で、問題はここですよ。そうっすね。このまんまエクスポートはできないんすね。できなさそうっすね。ここがなそうか。で、編集もできないですもんね。ここがちょっと残念ポイントだな。共有はできる。共有はできる。そうっすね。ここだよな、やっぱり。そうか。ちょっと検索を続けるをやってみましょうか。ここっすね、やっぱ。
使い勝手ってなるとやっぱりこれエクスポートしたいんですよね、正直なところ。どう使っていくかだな。これどうしたらいいですかね。ひとまずはこういうのが自動でできますよっていうのは確かに便利なんですけど、この情報を集めた後の活用が結構重要になるじゃないですか。そういう意味ではまだちょっと取り回しが難しいというか、使い勝手が良くない感は否めないですね。このまんまコピペしちゃえばみたいな話にはなるのかもしれないですけど、させてくれないもんな。こっちをコピーしちゃうもんな。はい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 。いやーなんか思ったよりもちょっと使い勝手悪そうだなっていうのが正直なところですね。HTML に落としちゃえばみたいなところではあるんだが、そうっすね。はい。正直こんな感じではあるので、使いどころをちょっとやっぱ見極めなきゃいけないなっていうのはありますね。で、ここまで作るんだったらその HTML を作って、でこれを何かに活用するんだったらここまでやっちゃってもいいかなとは思うんですけど、じゃあこれを共有したいかっていうとそうでもないし、ぶっちゃけこの HTML をじゃあ共有しますってなった時に、共有のしやすさとかで言ったら、フェローのインタラクティブページでも十分いい気がするんですよね、正直。なのでクレジットを節約したいなとかも考えると、僕個人としてはこの内容をね、わざわざ HTML に落とすっていうことはしないかな。はいっていうところですかね。あとはそうですね、じゃあこれを一旦止めて、でちょっと新規で今度はちょっとファイルを読み込ませてみます。これ僕の YouTube のアナリティクスデータなんですけど、ここからこのデータからインプレッション数が多いもの、トップ10にしようかな。トップ10を抽出して、さらにインプレッションが高い理由も分析して記載してと、こんな感じでいきましょうか。この Excel ファイルをどこまで正確に読み込んでくれるかですね。まずはファイルの内容を確認しましょう。このなんか元々あるデータをいじってくれるっていうのはいいかもしんないですけどね。お、すげえ出てきた。テーブルとして読み込んで449行のデータが確認できます。一回全部ブワって出すんだね。すごっ。へえ。
で、今分析をしてますね。こういうのが表示されるんですよね。で、ここのパーセンテージが増えていけば進むってことですよね。うん。まあ、こっちの方が使い道があるのかもしんないですけどね。もともと既存のそのデータ、ファイルを入れてっていう。うん。ただね、それを、なんだろうな、ここに読み込ませて加工した後に、エクスポートできないんじゃないですか。だとなー、って感じなんですよね。だったらもうなんか O3 に入れちゃうよなって思っちゃうのは正直なところですけど、これをわざわざジェンスパークにさせるのかっていう難しいとこだなこれ。どう使いますかね。うん。まあこういうの動いてるのを見てるのは面白いですけどね。確かに。うん。はい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 。お、終わったかな。あれ分析して終わり。うーん。これもしかしてスプシに表示されないパターン。クエリが悪かったかな。うーん。終わったな。終わりましたね。終わったけど、スプシにしてくれないパターンがあるんだ。スプシに出してくれないパターンがあるんですね。で、今のパターンだと、これも100は使ってないのか。11,630いくつだったんで、まあ、40から50ぐらいか。まあ、だからそんなに消費はしないんだな。そんなに消費しないですね。蒸気の分析結果をシートにまとめてとかでいけるかな。いけるっぽいかな。まだ表示はされない。いやー、エクスポートさせて欲しかったな。本当に。本当にそう思いますけどね。うーん。割と時間がかかる。ああ、もう作られてた。これが元データです。こっちがトップ10です。はい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 。で、インプレッション分析結果。なるほどね。
あ、今こういう分け方をしてくれてるんだ。これちゃんと全部読み込みましたよっていうのは優秀だよな。はい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 。お、早いな。早い早い。うーん。まあ面白いけど、どうかな、どうすかね。どう思います？本当に、本当にどう思います？これをどう使っていくかだよな。いや、エクスポートできないのは、ちょっと、予想外でした。うん。シート作れるんだったら、エクスポートできるよねってやっぱ思っちゃいますよね。やっぱニュース系が強いんだな。そうですね。まあ使ってみたもそうか。あ、キャンバーが結構伸びるんだな。クロード GPT-4 のシンク機能がなくなってました。これ意外とインプレッション高いんだね。トップ10に入るんだ。あ、地味だけど知ってると便利な活用ネタ10選がトップ10入りしている。うんうんうん。速報という明確な表記と新規の無料とキーワード。はいはい。やばいという驚き表現。連携できたという具体的な成果を示している。はいはい。たった1分でという時間の具体性と自由に編集できるという明確なメリットを示している。中国初の生成 AI という珍しいテーマ。チャット GPT に課金しているなという比較表現。なるほど。YouTube ショート動画を作ってみたと、マジで電話かかってきたという具体的な体験談が魅力的。へえ、なるほど。はいはいはい。いや、勉強になりますね。これは勉強になる。で、これをどう使うかなんですよ。本当に。本当に、これをどう使うかなんだよな。あ、もうすぐ終わりそうですね。はい。10個入りました。うん。で、どういう内容を入れましたよっていうのを最後に出力して終わりか。うーん。これ、Excel ファイルで出力してって言ったらいけるのかな。あ、終わりましたね。終わりましたね。まあ、そんなにたくさんかかってませんよ。わからずなんで。完成したシートを Excel ファイルでエクスポートしたい。させてくれるかな。あ、いける。あ、いけるっぽい。おう。あ、いけるんじゃないですか、これ。もしかして。もしかして、いけちゃう。
そしてどれぐらいいくのかな。11555。あ、エクスポートを指示しなきゃダメなのか。ああ。ファイルを作ってくれるわけね。今から。でも元データの450行ぐらいあるのも含めてやってくれるのか。結構重たいんじゃないの。まあでもそれぐらい扱ってくれないとシートの意味がないっすよね。Excel フォーマットとか出てましたね。はいはいはい。やってくれてますよ。まあこれを自動でやってくれるのか。でも一回一回クエリを入れなきゃいけないんだよね。うん。まあでもエージェントなんで、もう一回クエリを入れちゃえば、実行が始まっちゃえば、もうその場から離れていいですからね。今はこう動画なんで、もうずっと眺めてますけど、本来はこの必要がないんですよね。うん。別の作業をやってればいいだけなんで。ああ、はい。お、出来上がったんじゃないか。あ、今から出力。あ、今分析をしたの。そっか。そっか。結構時間かかるな、そしたら。うーん。基盤データとして。このテーブルを処理し、Excel ファイルとしてエクスポートしました。含まれています。両ファイルは指定された場所、ホーム、ユーザー、アウトプットに正常に保存され、データの整合性も確認されています。ホーム、ユーザー、アウトプット。もう入ってんのか。アウトプット。入ってないよね。入ってないですね。そういう風にしますよっていうことか。別にファイルの場所は指定してないんだけどな。時間がかかってますね。うんうん。はいはい。こういうのは確認できますよと。今作ってますよと。クリーンアップ後のファイル。コンテンツ ID。うん。まあね、この辺はエージェント感あるよな。最終ファイル確認。そろそろ終わるのかな。そろそろ終わるのかな。お、データセットが完成しました。これが最終出力コードになるのかな。
特徴と好インプレッション要因の列が空になってますね。まだ時間かかるか。そうか。そうか、まだ時間がかかりますか。この辺はもうちょっと早送りかな。さすがに。うーん。だいぶシュールな動画になってますね。ただただ眺めてるだけですからね。あ、重たいな。うん。ファイルを、これまだ完全じゃないのかな、この機能。お、そろそろ終わるかな。えーっと、6から10行目がまだ入力されてないようです。残りの行を入力し、Excel ファイルでエクスポートしましょう。これエラーで止まるんじゃね？エラーで止まるんじゃないか。うん、ふんふん。うん。あ、更新します。ああ。結構長えな。まあ、ほったらかしでいいっていうのはあるが、どうかな。あ、完成しました。ファイル形式コンバーターが作動。あ、これでいけるのか。正常に作成されました。以下のリンクからダウンロードできます。はいはいはい。やっと来た。やっと来た。長かった。長かったな。どうしようかな、この動画。撮り直すか。いや、そんな時間はないんだよな。で、クレジットの消費が、でも150ぐらいか。そんなに多くないぞと。で、ここからダウンロードが、えダウンロードできないの？エラーになってないですか？
HTML not これダメなんじゃないの？ダメなんじゃないのこれ。そうっすか。ダウンロードできないのか。困りましたね。これだって何かに使えるわけじゃないよね。ちょっとわかんねえな。これなんか貼っつけたらいけんのかな。そんなわけないよな。違うよね。はい。ということで、もうここまで飛ばせようかな。ここまで飛ばして、結論を言うと、この自動でシートを作ってくれるのは確かに楽っすね。はい。調べ物とかをリスト化していくっていうのはいいんですけど、その後どうするが結構使い勝手が悪いなっていう印象ですね。最初にやった補助金のリサーチに関しても、これを自動でやってリスト化してくれるのはいいんですけど、このシートをエクスポートができないので、このシートのままですね。っていうのがちょっと困っちゃうなーっていうところで、自分が持ってる Excel ファイルを読み込ませてってやると、500行ぐらいの450行ぐらいの今この僕の YouTube チャンネルのデータは読んでくれて、でそこから分析かけて抽出っていうところまではやってくれますよと。でこれをやっぱり Excel ファイルにしてくれっていうやつがうまく作動しなかったんで、これがたまたまエラーでそうなっちゃったのかは分かんないですけど、ひとまずエクスポートしづらいので、ちょっと正直使い勝手が悪いかなと思います。はい。っていうのが結論ですね。今後これがアップデートされたり改善されたりするのを期待するしかないですね。ひとまずエクスポート機能はしっかりとつけてほしかったなっていうのが正直な気持ちです。はい。ですね。で、ちょっとね、この動画、このまま使おうかなとは思うんですけど、冒頭の方に別撮りで、どういう動画ですよっていうのをちゃんと解説をして、もう結論を3分ぐらいでバッと喋って、で、本編見たかったら見てくださいぐらいにしようかなと思います。はい。ちょっともう撮り直す時間がないので、はい。もうこれはこのまま使います。はい。もうこの事実、現実を残しておこうと思います。はい。というわけで、以上です。